エンター。こんにちは、入口です。今日の授業は N4 の文法かもしれない、可能性や推測を表す表現です。皆さん、ワンチャンって日本語を使ってますか？かもしれないは可能性を表します。確実ではないけど可能性がある。なので確実だと 80% 以上。可能性だと50% 前後っていう感じです。日本の車の教習所では、かもしれない運転をしなさいと言われます。かもしれない運転とは、運転している時に子供が飛び出してくるかもしれない。前のトラックの後ろからバイクが出てくるかもしれないのように、常に可能性を考えながら運転しなさいという意味です。このように日本人もよく使うんですけど、客観的なこと、明日雨かもしれない、車を運転してたら子供が飛び出してくるかもしれないという時は、かもしれないという表現を使うんですけど、主観的な自分の気持ちを表す時にかもしれないはあまり使いません。私は明日パーティーへ行くかもしれないっていうと、ちょっと客観的すぎて不自然です。自分を客観的に見てるというか、あなたの気持ち次第でしょみたいな。あなたの気持ちはどうなのって思っちゃいます。50% の可能性で自分が迷っているなら、明日のパーティー行くか迷ってるんだよねってそのまま言ったり、明日のパーティー多分行くと思いますっていう言い方をしたりします。あとは、かもしれないを短縮したかも。このかもになると日常会話でよく出てきます。明日のパーティー多分行くかも。これだとすごい日常会話でも自然な言い方になります。ということで、かもしれないはちょっと客観的な言い方なので、自分のことを言うときは気をつけてください。それでは例文を挙げるので、シャドーイングして練習してみてください。例文スタート。ガソリン代、さらに値上がりするかもしれないです。ラーメンの気分かも。ラーメン食べたい気分です。連絡ないの？まだ寝てるかもね。すいません、まだ連絡なくて、まだ寝てるかもしれないです。ちょっとめっちゃ痛い。やばいかも。ちょっとこれは骨折したかもしれないです。寝不足で全然頭回んないかも。すいません、ちょっと寝不足で全然頭回ってないかもしれないです。はい、ということで、かもしれないは、敬語では使えます。明日パーティーへ行けるかもしれません。今ちょっと熱があるかもしれません。みたいな感じで、敬語では普通に使っていいです。ただ、タメ口やカジュアルな場面では、明日パーティー行くかも、みたいな感じで、かもって省略するとより自然になります。そして皆さん、ワンチャンって言葉使ってますか？ワンチャンとは、ワンチャンスの略で、スポーツやゲームとかで使われる言葉でした。例えば、スポーツですごい差があって、もう勝てないかもっていう時に、いや、でもワンチャンある。ワンチャンスあるよって。まだチャンスはあるよ。特にゲームでも格闘ゲームとかは、いや、まだワンチャンある。みたいな感じで、可能性は低いんだけど、希望は捨てないっていう意味で使われていました。最初はネットスラングとして、15年ぐらい前から流行り始めた言葉なんですけど、実はそのワンチャンがもう最近は普通に日常会話でも使われる言葉になりました。ネットスラングは最初若者言葉として使われます。やっぱりインターネットを見てるのは若者が多いので、その若者がインターネットの言葉をリアルな日常会話でも使うようになります。そしてワンチャンはついにその若者言葉からもう普通に使われる言葉まで、浸透しました。私の父親は64歳なんですけど、普通に私の父親も使っています。別に私が父親に教えたわけじゃなくて、父親が勝手にいつからかワンチャンっていう言葉を使うようになりました。で、このワンチャンっていう言葉はすごい便利で、かもしれないっていうような状況の時には絶対使えます。明日のパーティー行けるかもしれないです。をカジュアルに言うなら、明日ワンチャン行けるかもっていう感じで、かもの前にワンチャンを挟むと、もしかしたらっていう意味で、もしかしたらいけるかものもしかしたらの役割をワンチャンが果たします。10年後何してると思う？ワンチャン海外住んでるかも。とか、ワンチャン億万長者になってるかも。みたいな感じで、もしかしたら何々かもしれませんをワンチャン何々かもっていうとすごい
今の日本人らしい自然な言い方になります。ただ、もちろんカジュアルな言葉なので、会社では使わない方がいいと思います。ということで、かもしれないは、客観的な言葉で日常会話で使うとちょっとおかしい場面も多いんですけど、かもっていう同じ意味で同じ文法なのに省略するだけで日常会話になるっていう、これはすごい珍しいことで、面白いですよね。なので、日常会話の時はかも、会社や敬語の場面ではかもしれませんのように使い分けてみてください。ワンチャンもちょっと使ってみてね。日本人も驚くと思います。それでは今日の授業はここまでです。入り口でした。エンター